今日はみかん大福を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はみかん大福を作りたいと思います。はい、ということで今回は和菓子のフルーツ大福を作っていきます。こちらのフルーツなんですが、今回はみかんを使っていきます。さらにですね、周りのお餅も2種類作っていきます。一つはプレーンタイプ、もう一つはですね、みかんで色付けしたみかんタイプ、こちらの2種類を作っていきたいと思います。さらに包み方もですね、みかんを丸ごと包む方法と、あとはみかんを小分けにして少し小さめのサイズに作る作り方もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプレーンタイプの材料からご紹介していきます。材料はこちらです。白玉粉、お水、お砂糖、みかん、白あん、片栗粉、こちらの材料で作っていきます。みかんの量に関しましては、こちらは大きさによってもね、必要な量が変わると思いますので調整してください。みかん丸ごと入れたい場合は、小さめの小ぶりのみかんを選んでいただくといいかなと思います。そして白あんですね。こちらも大きさによって必要な量が変わってくるので、少しね、多めに用意していただくといいかなと思います。それでは続いてみかん色バージョンをご紹介します。材料はこちらです。白玉粉、お砂糖、みかん、白あん、片栗粉、こちらの材料で作っていきます。こちらはですね、大福のお餅の部分をみかんの汁を使ってオレンジ色に色付けしていきたいと思います。なのでこちらはお水の代わりになってます。その他の材料は先ほどのプレーン味と同じ材料になってます。ただこちらはお餅にみかんの甘みも加わるので、お砂糖は少し少なめにしてあります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、こちらのみかんの皮を剥いて白あんで包んでいきたいと思います。みかん色の大福と、あとはプレーン用の大福、こちら同時進行で作っていきたいと思います。まずはじめに丸ごと入れる方ですね、こちらの皮を剥いていきます。皮を剥くときはヘタの部分から剥いてください。そうすると白い筋も一緒に取れやすくなります。こちらの丸ごと入れる方はできるだけね、小ぶりのものを選んでいただくといいかなと思います。ではね、皮を剥いていきます。崩さないようにね、皮を剥いてください。あとはね、残った筋を取っていきましょう。気になる部分だけ取り除いてください。はい、このように皮を剥いて、そして筋を取り除いてください。みかんはね、結構すぐ乾燥してしまいますので、白あんを包むまでは上にね、ラップをして乾燥しないようにしておいてください。ではね、こっちも同じように丸ごと剥いていきます。はい、このように剥いてください。それではですね、もう一つはですね、4等分にして作っていきたいと思います。まずね、普通に皮を剥きます。はい。で、このように筋を取ったら、あとはね、4等分にしていきます。大きさによってはね、3等分ぐらいでもいいかなと思います。こちらは大体で OK です。はい、このようにね、一口サイズにしてください。みかんの準備はこれで OK です。それでは続いて、こちらの丸ごとみかんをまず白あんで包んでいきます。まずまな板にラップを敷いてください。そしてこの上に白あんを乗せます。だいたいね、1個 70g ぐらいなんですが、これに対して白あんを約 40g ほど使っていきます。白あんの量に関しましては、みかんの大きさに合わせて調整してください。ではこちらのね、白あんをまずラップの上に置いて広げてください。結構ね、薄めに広げましょう。はい、OK です。そしたらこの上にみかんを置いて、あとはね、こちら持ち上げてくるっと逆さまにします。そして白あんで全体を包んでいきます。まずね、逆さまでギュッギュッギュッと押さえていただいて、そして裏返して、あとはね、このように口を閉じるように白あんで包んでいきます。こうやってね、ラップを使っていただくといいかなと思います。はい、OK です。このようにみかん全体を包んでください。あんまりね、厚くしすぎると食べた時にね、白あんが多すぎて重くなりすぎてしまいますので、このようにみかんの皮がね、薄くね、透き通るぐらいですね、ちょっと薄めにしていただくといいかなと思います。あとはね、ちょっと形を整えて、そしてもう一度ね、こちらのラップでくるんでください。
はい、これで OK です。そうしましたらこちらのみかんは使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。それでは丸ごともう1個もね、同じように包んでいきます。それでは続いて4等分にしたみかんを包んでいきます。こちらも同様にまずラップを敷いて、その上にね、白あんをのせます。こちらの白あんはだいたいね、グラムで言うと25から30グラムぐらいがいいかなと思います。こちらもね、大きさに合わせて調整してください。このように伸ばします。そしてみかんを置いて、くるっと回転させて全体を白あんで包んでいきます。あと裏側の口を閉じるように包みましょう。そして形を整えます。はい、こんな感じです。このように形を整えてください。そしたらこちらも同じようにまたラップでくるみましょう。はい、OK です。こちらも同じように白あんで包んだら使うまで冷蔵庫でしまっておきます。それではね、残りも同じように作っていきます。はい、すべて包み終わりました。ではこちらね、このまま冷蔵庫で冷やしたいと思います。それでは続いてお餅の部分を作っていきます。まずはじめにプレーン味から作っていきます。耐熱のボウルに白玉粉、そしてお砂糖を加えます。まずね、この2つをよく混ぜましょう。少し白玉粉を潰すイメージで混ぜてください。はい、 OK です。そしてこのようによく混ぜたらここにお水を回しかけます。そして今度はゴムベラに持ち替えて白玉粉をすりつぶすように混ぜていきます。あとはね、白玉粉のつぶつぶがなくなるまでしっかりとね、このように押しつぶして混ぜてください。この時ね、泡立て器を使っていただいても OK です。はい、 OK です。このようにね、白玉粉のつぶつぶがなくなるまでしっかりとね、混ぜましょう。そしたらね、周りの部分をちょっときれいにしていただいて、そしてここにふんわりラップをかけます。それではこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。加熱する時はこのように1箇所空気の出入り口を作っておいてください。それでは加熱します。はい、1分加熱しました。ラップを外してください。今ね、8割ぐらいですね、このように固まってる状態です。そうしましたらまたゴムベラでよく混ぜていきます。このように固まってる部分を押しつぶすように固まってない部分となじませてください。はい、 OK です。このようにね、ひとまとまりになるまでしっかりとこね混ぜてください。同じようにふんわりラップをします。続いてこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。もう一度ラップを取ってください。今ね、このような状態です。もう一度ね、よく混ぜてください。だんだんね、ツヤが出てきます。このようにね、ぐるぐるぐるっとしっかりとね、混ぜてください。少しね、力はいるんですが、頑張ってね、かき混ぜてください。はい、 OK です。先ほどよりもね、滑らかになって少しね、ツヤも出てきたと思います。そして最後ですね、もう一度ラップをかけます。そして同じように電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。ラップを取ります。3回目加熱するとね、全体的にツヤが出てきます。そしたら最後ね、もう一度よく混ぜてください。3回ね、加熱するとね、柔らかさも出てくると思います。はい、 OK です。このようにしっかりツヤが出るまで混ぜてください。お餅はこれで OK です。そしたらね、バットを用意してください。ここにまず片栗粉をまぶします。このように全体に広げてください。そしてここにお餅を出します。はい。で、このように出したら上から片栗粉をまぶしてください。薄くで OK です。そして手でね、少し広げていきます。ちょっとね、熱いので火傷しないようにだけ注意しましょう。はい、このように広げてください。そうしましたらこちらの生地を3等分にしていきます。今回は1つは丸ごと、残りの2つはですね、小分けにしたものになりますので、大体で大丈夫です。1個は大きめにして、あとはね、半分ぐらいの大きさにしていただくといいかなと思います。こちらのね、分け方は調整してください。こんな感じかな。大体で OK です。包めるかなっていうぐらいの大きさに、このようにね、分けてください。
はい、このように分けました。それではね、包んでいきます。まず丸ごとの方ですね。丸めるときは薄くね、手にも片栗粉をつけていただくといいかなと思います。そしたらね、大きめに切った方を手に取って、そして手でね、このように広げてみてください。はい、このように広げます。そうしましたらみかんの上にかぶせます。かぶせたら少しね、お餅を下に下げて、徐々にこのように回しながらね、指でお餅を下に下げて包んでいきます。だいたいね、包まったら裏返して、あとはね、口を閉じていきましょう。このようにね、指でつまんでいただくとやりやすいと思います。はい、このようにね、しっかり口の部分を閉じてください。あとは全体的に少し形を整えます。これで丸ごと大福の完成です。こんな感じに仕上がってます。それでは続いてこちら小分けにした方も包んでいきます。こちらもね、同じようにお餅を手に取って、そしてまずね、手で広げます。そして広げたら上にかぶせて、そして手で持って、あとはね、このようにね、大福を回しながらお餅をね、下に下げていきます。だいたい包まったら裏返して、あとはね、口を閉じていきましょう。はい、このように口を閉じてください。また形を整えて、はい、小分けの方はこれで完成です。それではね、もう一個も同じように包んでいきます。はい、プレーンタイプはこれで完成です。このように仕上がりました。それではですね、続いてみかん色の方を作っていきます。まずですね、こちらはお水の代わりにみかんの絞り汁を入れていきます。まずですね、みかんを皮ごとね、半分に切ります。そしたらですね、こちらを絞っていきます。絞るときはね、絞り器があれば絞り器でね、絞っていただくといいかなと思います。今回はね、手でギュッと果汁を絞っていきたいと思います。はい、OK です。このように絞ってください。そうしましたらこちらの果汁を茶こしでこしていきます。ではこしていきます。はい、このようにこしてください。今ね、果汁の量がちょうどね、60ml ほどあります。果汁の量はですね、60ml 用意してください。もし足りない場合はね、少しお水を足していただいても OK です。あとはプラスしてまた絞っていただいてもどちらでも大丈夫です。60ml をね、もし超えた場合は、残りはね、ジュースなどで飲んでいただけたらと思います。そうしましたら続いて、ボウルの中に白玉粉と、あとはお砂糖を入れてください。そしてまずね、この2つをよく混ぜます。この時も白玉粉を少し潰すイメージで混ぜてください。はい、 OK です。そうしましたら先ほど絞った果汁を回しかけます。そしてゴムベラで同じように混ぜていきます。この時も白玉粉の粒がなくなるまでしっかりと混ぜましょう。はい、 OK です。このようにしっかり混ぜたらまたラップをふんわりかけてください。そしてこのまま電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。ラップを外します。こちらもね、だいたい8割ほどね、固まってる状態です。これをゴムベラでよく混ぜましょう。こんな感じで最初は押しつぶすように混ぜていただくと混ぜやすいと思います。はい、 OK です。このようにしっかり混ぜてください。そしたらですね、もう一度ラップをかけます。そして電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そうしましたらラップを外します。今ね、このような状態です。そうしましたらまた同じようにしっかりと混ぜていきます。2回目はね、特にしっかりと混ぜてください。はい、 OK です。それでは最後ですね、もう一度ラップをかけます。そしてもう一度電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。ラップを外します。今こんな感じです。それではですね、最後ですね、ツヤが出るまでしっかりと混ぜましょう。はい、 OK です。このようにきちんと混ざってツヤも出れば完成です。このようにね、綺麗なみかん色になりました。それではね、今から包んでいきたいと思います。同じようにバットに片栗粉を敷いてください。そしてこの上にお餅をのせましょう。はい、のせました。そしたら同じように片栗粉を薄くかけます。
そして指でね広げましょう。この時も熱いのでやけどには注意してください。はい、 OK です。ある程度広げたらこちらも同じように3等分にしていきます。はい、 OK です。では今から包んでいきます。包んでる時なんですが、残りの包んでないものには表面が乾燥しないようにこのようにラップをかけていただくといいかなと思います。ではね、丸ごとの方から包んでいきます。こちらお餅を広げてください。広げたらこのみかんの上にかぶせます。そしてあとは手でねこのようにお餅を下に下げていきます。指でね撫でるようにしていただくと下がりやすいと思います。ある程度包まったら裏返して、あとは指でつまんで口を閉じていきます。はい、このようにね口を閉じてください。あとは形を整えます。はい、丸ごとはこれで OK です。このように包んでみてください。それでは続いて小分けにした方ですね。こちらも同じようにまず伸ばします。そしてフルーツの上に乗せてください。あとは同じようにね包んでいきましょう。そして口を閉じていきます。はい、でこのように口が閉じたらあとは形を整えます。はい、これで完成です。このように仕上げてみてください。それではね、もう一個も同じように包んでいきます。はい、みかん色の大福はこれで完成です。こんな感じで仕上がりました。それではね、丸ごとの方から切っていきます。まずプレーンタイプですね。こちらはですね、こうやって切ってしまうと断面が綺麗にならないので、これを縦にして切っていきます。それでは切っていきます。じゃじゃーん、このように美味しそうに仕上がりました。丸ごとバージョンはこんな感じに仕上がってます。それではこちら小分けにした方ですね。こちらをこのまま切りたいと思います。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。切り口なんですが、このように切っていただいてもいいですし、この半分に切っていただいてもね、切る方向はねお好みにしてみてください。続いてみかん色ですね。丸ごとの方もこのようにね縦に切っていきます。はい、こんな感じに仕上がってます。こちらもねすごく綺麗な仕上がりになりました。こんな感じです。続いて小分けタイプです。こちらも切っていきます。はい、こちらはこんな感じです。先ほどとは逆の切り方をしてます。そうするとこのような仕上がりになります。なので切り方はお好みでやってみてください。はい、これでみかんのフルーツ大福の完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらが丸ごとみかんを入れたフルーツ大福です。そしてこちらがみかん色バージョンになります。そしてこちらが小分けにしたみかんですね。こちらは一口サイズぐらいの大きさになってます。切り口はねこんな感じで2通りに分けることができます。見た目はねこんな感じになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。まずプレーンタイプからいただきたいと思います。いただきます。美味しい。みかんがすごくみずみずしいです。そしてこのお餅ももちもちですね。続いてこちらのみかん色の大福もいただきたいと思います。いただきます。こちらはね全体的にみかんの香りが強くてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のみかん大福のポイントです。まずみかんなんですけれども、小ぶりめのものを使っていただくといいかなと思います。そしてみかんの皮を剥く時なんですが、ヘタの方から剥いていただくと白い筋の部分も一緒に取れやすくなります。もし丸ごと作る時はみかんの状態を崩さないように皮を剥いてください。今回は丸ごとバージョンと、あとは小分けにしたバージョンを作りました。小分けサイズだとね1人でもちょうどいいサイズかなと思います。今回は丸ごと1個バージョンと、あとは小分けバージョン、そしてさらにお餅のプレーンバージョンと、あとはみかんバージョンを作りました。こちらはお好みのものを作ってみてください。そして作り方のポイントなんですけれども、まずみかんの皮を剥いた後に白あんでみかんを包んでください。この時
の白あんの量に関しましてはみかんの大きさによって変わってくると思いますので、こちらの量に関しましては調整して作ってみてください。そしてお餅を作る時なんですけれども、まず最初に白玉粉とお砂糖をしっかり混ぜてください。そしてその後ですね、お水を加えて、お水を加えたら白玉粉の粒がなくなるまでしっかりと潰し混ぜてください。そしてその後は1分加熱してよく混ぜて、その後また30秒加熱して、そして取り出してよく混ぜて、そして最後また30秒加熱して、その後もしっかりと混ぜるようにしてください。そうするとお餅にツヤが出てくると思います。プレーンのお餅はお水を使ったんですけれども、今回はみかん色のお餅も作ってます。今回はみかんの果汁を利用して色付けしました。こちらは食用の着色料を使っていただいてもいいんですが、みかんの絞り汁をね使っていただくとより香り高くなって美味しい仕上がりになります。ぜひこちらもね作ってみてください。このみかん汁は今回 60ml 使ってます。もしね1個絞っていただいて足りない場合は少しねお水で調整していただいても OK です。そしてこちらも同様に加熱したらその都度しっかり混ぜるようにしてください。あとはですね、片栗粉の上にお餅を出してある程度手で広げてから3等分に分けて、そして白あんで包んだフルーツの上に乗せて、あとはですね指でお餅を下に下げるようにして、そして口の部分が狭くなってきたら裏返して、最後は指でしっかりと口を閉じるようにしてください。そして今回は断面を見せるために半分に切りました。半分に切るときは特にねこの小分けの方は切り方によって断面が変わってくるので、お好みの切り方で切ってみてください。今回はね白あんを使ったんですが、こちらはこしあんを使っていただいても OK です。どちらかというとね、スーパーにはこしあんの方が結構売ってたりするので、白あんを買いたい時は富澤商店さんか、あとはネットなどをね調べていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はみかん大福を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。